皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は金沢にある寿司の名店小松屋助のご紹介です。寿司好きなら一度は耳にしたことがあるかと思いますが、東のすきや橋二郎、西の小松屋助と言われているその小松屋助です。前回はカニ漁が解禁された直後にお伺いし、美味しい香箱ガニをいただきましたが、今回は一体何をいただけるのでしょうか。とっても楽しみです。小松屋助は旅館金沢茶屋に入っています。開始時間になり呼ばれるまではこのロビーで待機します。開始時間になったら旅館の方にお声掛けいただき、お店へ向かいますよ。それでは2ヶ月半ぶりの小松屋助へ。今回はカウンター席です。まずは店の名前がついている日本酒新鮮な屋助を注文。中瓶で提供されます。飲みきれなければ持ち帰りもできるんですよ。とりあえず乾杯。ペースに気をつけながら美味しくいただきます。さて1品目は白子のすり流しです。白子は独特のうまみと表面の膜の食感が特徴ですが、すり流しにしていることによって滑らかな舌触りで上品で素晴らしいです。白子の濃厚な甘みが口の中に広がり、ほんのりと出汁の風味もあって美味しい。お次は漬けマグロ。この綿がかかっています。マグロがねっとりと柔らかく、噛むほどにじゅわりとマグロの甘みが感じられ、みんなが美味しいと感じるような分かりやすい美味しさです。この綿がかけられていることによって塩味と磯らしい風味が加わり、いい感じです。お次は蒸しアワビ。こちらは追加したお料理です。まずはお出汁からいただきましたが、美味しすぎてごくりごくりと飲んでしまいました。アワビは柔らかくてプリプリの最高の火入れ具合です。アワビの肝もありましたが、いい海藻を食べて育ったアワビだと感じさせてくれる爽やかなうまみがありましたよ。お次はおつくり。こちらも追加したおつまみです。ヒラメ、甘エビ、バイ貝、しめ鯖、マグロです。わさびの他に梅肉、すだち、お塩などの薬味に菜の花も添えられています。まずはヒラメから。お塩は梅肉をつけていただきます。ほんのりと昆布締めされているので、柔らかくもちょっぴりむちっと食感です。一切れ食べて日本酒を二口。日本酒が進んでしまいますね。梅肉ともいただきましたが、言うまでもなく美味しいです。お次は甘エビ。口の中に入れた瞬間、うまみが溶け出していきます。エビのうまみが凝縮しており、驚くほどの美味しさ。美味しすぎて連続で2切れ食べてしまいました。お次はバイ貝。塩やすだちと一緒にいただきます。シャクシャク、コリコリとした食感です。貝独特のえぐみや磯臭さは全くないので、貝が苦手な方でも美味しいと思うはず。こちらも一切れ食べて日本酒を3口。とんでもなく日本酒と合いますよ。お次はしめ鯖。一言で言うと感動です。酢はそこまで強くないので、サバそのものの味を楽しむことができ、なおかつ締めている酢の中に出汁を入れているのか、ほんのりと出汁の風味も感じられます。食べた瞬間、衝撃と感動で言葉を失ってしまいました。お次はマグロ、この綿。握りとしてもいただきましたが、
先ほどお伝えしたように脂の甘みを感じる美味しいマグロです。もう一切れはわさびと醤油でいただきましたが、こちらももちろんとんでもなく美味しかったです。お次は赤イカ、お塩でいただきます。シャリとネタの間にごまが挟まれているので、ごまの風味を感じつつ噛むほどにイカの甘みを感じます。ねっとりとしたイカの食感も印象的でした。マグロの炙りトロ、炙られているので脂がすでに溶け出しています。口の中に入れるとじゅわーっと脂とうまみが溶け出し、いや溢れ出し、口の中は大洪水です。お次は白山。器に入ったお寿司と説明されて提供いただきました。シャリの上にマグロと大和芋、その上にウニがたっぷりと乗っています。山かけご飯をイメージされたものだそうです。大和芋やマグロの風味を感じつつも、主役は何といってもウニ。とっても濃厚で香りのいいウニでした。お次は甘エビ。先ほどのお作りですでに甘エビをいただいていましたが、やっぱりとんでもなく美味しいのです。思わず甘エビって美味しいなぁと声に出てしまいます。甘エビの美味しさをしみじみと感じていました。その横で夫が飲み込むのがもったいないよと言っていて、確かにその通り。お次は甘鯛。まず思ったのは甘い。そしてほんのり炙っているので、香ばしい風味が鼻から抜けていきます。それがなんとも心地よくて幸せな気持ちに。食感もむっちりとしていて噛むほどに美味しいです。お次は煮浜。爪でいただきます。私は煮浜には目がないので、北陸で煮浜をいただけるなんて嬉しくなっちゃいますね。ハマグリのみずみずしさを残しつつ、むっちむちの食感で噛むごとにハマグリの甘み、うまみがじゅわりと感じられ、美味しい煮浜でした。お次はうなきゅう。うなぎときゅうりの手巻きです。寸前まで火入れをされていたうなぎなので熱々です。海苔のパリッと食感がすぐに感じられ、その後にタレの少し焦げた香ばしい風味、うなぎの皮目のパリッと焼けた食感、そしてうなぎのふっくら食感と次から次へと変化していきます。身と脂の甘みが広がり美味しいな。お次は鯛のお吸い物。蓋を開けた瞬間、いい香りが漂います。鯛はとっても肉厚でずっしりとしています。鯛の風味を感じられる上品なお吸い物でした。ここからは追加です。私が追加したのはしめ鯖。お作りでいただいたしめ鯖が感動の美味しさだったので追加注文したのです。確か前回来た時も追加した気がします。何度食べても感動するほどの美味しさだと思うと、やっぱり小松屋助ってすごいですよね。お次は小肌。こちらは夫が追加したもの。夫は小肌が大好物なんです。夫曰く締め方で店の個性が出ると思いますが、しめ鯖同様酢が控えめで、小肌そのものの風味やうまみを楽しめる握りだったそう。隣で夫はうめえとうなっていました。お次はネギトロ。
目の前でトロと白髪ネギを叩いてくれるのですが、思わずその様子に目が釘付けになってしまいます。小松弥助といえばの名物の手巻き寿司です。トロの脂がすごくて海苔で巻いているはずなのに、手がギトギトになってしまうほど、とろけてしまうほどのトロがたっぷりと巻かれた寿司をいただけるなんて、なんと贅沢なのでしょうか。大満足の時間となりました。また今回はお土産を買って帰ることに。こちらも小松弥助名物のやじきたです。マグロ、白身、数の子などを漬けにしたものを海苔で包み、酢飯で握ったおにぎりです。これはすぐに食べてはダメなもので、3時間ほどして味が完成されるように作られているそう。これがとんでもなく美味しいんですよ。帰りの新幹線の中で美味しくいただきました。こんな感じで小松弥助のお寿司を堪能してきました。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。